この動画は映画オッペンハイマーの解説だとか補足だとかをしていく動画になっていて、映画を見る前に見ていただければなっていうのと、映画を見た後でもそういうことだったのねってなると思うので、前と後に見てほしい動画っていう風になっています。で、オッペンハイマーという映画ですけど、日本では2024年の3月29日に公開されていて、アメリカでは23年の夏に公開されていて、約8ヶ月遅れての日本公開になってます。内容が内容なのでっていうところで遅れていたそうですね。で、本編は約3時間あるんで、ちょっと長めですね。で、あらすじ的には、このオッペンハイマーという人物ですけど、原爆の父と呼ばれていて、その人の栄光だとか、苦悩だとかっていうところを描いている自伝ですね。オッペンハイマーの自伝というか伝記というかで、第二次世界大戦中に、物理学者であるロバート・オッペンハイマーはこのアメリカの核開発のプロジェクトであるマンハッタン計画に招聘されていて、で原爆開発のプロジェクトの委員長に任命されていたわけですね。なのでこの人が原爆の開発を率いていたわけです。なんだけどいろいろ苦悩があったようでっていうのが映画の内容になってますね。なんですけど内容がちょっとむずいんですよね。この当時の世界情勢というか歴史というか、それから物理的な発展というか、その辺の背景情報がないと多分理解はできないかなと思ってて、というのもあるし、そもそも映画の構成として、時系列が入り組んでいたり、登場人物が多かったり、それからいろんな思惑だったり企みだったりっていうところが結構複雑だったりで、それから物理的な専門用語もそれなりには出てくるんで、ちょっとむずいんですよね。で、この動画ではまず映画に出てくる重要な登場人物っていうのを紹介していって、それからまず歴史の流れと、あとは難しい話の解説とかをちょっとやっていこうかなってところで、最後に映画の感想をちょっと言って終わるかなって感じですね。で、ネタバレなしでやろうと思ってますけど、そもそもこの映画自体がノンフィクションの映画なので、だし歴史というか史実に基づいてるんで、ネタバレもクソもないような気はしますけど、一応配慮してやっていこうとは思います。で、まず物理学者の登場人物ですけど、主人公はロバート・オッペンハイマーで、詳しい話は後ほどってところで、それから師匠ポジションにアルベルト・アインシュタインですね。皆さんご存知の人ですね。で、それから名前だけ登場するのがベルナー・ハイゼンベルクっていう人ですね。で、量子力学をやってればハイゼンベルクを知らない人は多分いなくて、で、この人はナチス政権下で原爆を開発していたんですね。要はアメリカと競っている競争相手みたいな感じですね。で、また名前だけ登場したマックス・ボルンですね。これがハイゼンベルクの師匠的なポジションで、波動関数の確率解釈っていうのをやってみたりっていう人がいたり、で、続いてニールス・ボアですね。この人もちらっと出てきます。で、量子力学界の大御所、ガシア・サンマ的なポジションなんですけど、大御所ながらも社交的な人で、ちらりと出てきます。で、それからアーネスト・ローレンスっていう人がいて、この人は相棒ポジションですね。で、オッペンハイマーはその理論の天才って呼ばれていたんですけど、実験がめちゃくちゃ下手くそで、このアーネスト・ローレンスは実験物理の天才としてマンハッタン計画に招聘されていて、オッペンハイマーとタッグを組んで、取り組んでいくんで、っていう意味で相棒ポジションですね。で、それからエドワード・テラー。で、この人も同僚ポジションではあるんですけど、で、この人は水素爆弾の父と呼ばれていて、原爆とはまた違った仕組みの、爆弾を作ろうとしていて、マンハッタン計画の後も核開発を推進する人ですね。で、それから軍関係に行って、レズリー・グローブスっていう、アメリカ陸軍の軍人で中将です。で、マンハッタン計画の、物理学者とはまた別の軍サイドの責任者ですね。で、計画にオッペンハイマーを抜擢したのもこの人です。で、オッペンハイマーと対立することはあれど、学者以外では、一番の理解者だったんじゃないかなと思ってて、映画にはめちゃくちゃ出てきますね。で、それからケネス・ニコルス
この人もアメリカ陸軍の技官で、中佐ですね。で、この隣のグローブスの側近で、ツンデレキャラですね。オッペンハイマーの能力っていうのは認めつつ、要所要所で結構チクチク忠告してくるポジションの人ですね。それからボリス・パッシュ。で、アメリカ陸軍の大佐なんですけど、ナチスドイツの核開発計画の調査を進めていて赤狩りを推進している人ですね。で、この人がオッペンに疑惑の目を向けていたという、嫌なやつポジですね。で、それから研究所周辺っていうところで、ルイス・ストローズっていう人が出てきます。で、この人が、実質もう一人の主人公みたいなとこあるんですけど、この人は、アメリカ原子力委員会の委員長なんですね。で、オッペンハイマーは、このプリンストン高等研究所っていう研究所があるんですけど、そこの所長に抜擢されるんですね。ストローズが抜擢するんですね。で、ストローズはもともと物理を勉強したかったらしいんですけど、世界恐慌だとかいろいろな事情があって叶わなくて、で、靴の卸売業から政治家まで成り上がった野心家なんですね。いろいろ言いたいことはあるっちゃあるんですけど、もう一人の主人公といって過言ではないくらい映画には出るので、詳しくは映画を見てもらってっていうところですね。で、あとはその他っていうことで、軍参謀のポジションの、ブッシュさん、それからロジャー・ロブ。この人は、映画見れば、嫌でも覚えるとは思います。で、ロジャー・ロブはアメリカの原子力委員会の特別弁護人を務めているんですね。で、オッペンハイマーがいろいろ疑惑があったもんだから結構それを尋問するんですよ。で、映画を見てればみんな嫌いにはなると思います。で、それからイジドール・ラビ。これがオッペンハイマーの友人ポジションですね。いろいろ相談に乗ってくれた人ですね。で、登場人物の紹介はその辺にしつつ、歴史と背景を振り返っていきたいんですが、まずはシンプルな歴史、世界史ですね。で、どっからっていうのがあるんですけど、1900年くらいから行こうと思います。で、まず1914年に第一次世界大戦っていうのが勃発して、で、アメリカだとか日本だとかっていうのは、連合国サイドで参戦したわけですね。で、1918年にはドイツが降伏して、で、1919年にベルサイユ条約でドイツに多額の賠償金を要求したっていうところで終わるじゃないですか。で、1929年には世界恐慌というのが来て、ドイツも財政的にいろいろ苦しくなってくるわけですね。で、1931年には満州事変、これは日本が起こした、事変ですけど、っていうのがあったりして、で、結果的に1939年に日本軍はノモンハンへの侵攻を開始して、で、一方ドイツもポーランドへの侵攻を開始したんですね。要は当時大国であったソ連を、東西から侵攻したっていうとこなんですけど、で、これが第二次世界大戦の勃発を意味しています。で、1941年には日本とドイツとイタリアはアメリカに宣戦布告をします。で、同年アメリカはこの宣戦布告を受けて連合国サイドで世界大戦に参戦します。で、ちなみにこの時の大統領はフランクリン・ルーズベルトですね。で、1942年にはミッドウェー海戦で、日本海軍が敗北。で、翌年1943年にはスターリングラードにて、ドイツ軍が全滅。で、1944年にはノルマンディーの上陸作戦ですね。要はそのヨーロッパ全土をほぼ支配していた、ドイツの占領下へ侵攻するっていう上陸作戦がノルマンディー上陸作戦なんですけど、これをやりますと。で、さらに1945年になると、45年3月に東京大空襲。で、同年4月には、日本の硫黄島ですね、が陥落。それから続いて沖縄が陥落。で、その同じ月にヒトラーは自殺をして、ドイツは降伏しましたと。で、7月に、その連合国サイドはポツダム宣言というのを発表します。で、これは、要するに日本に無条件降伏を要求するっていうことなんですけど、もう負けを認めなさいよと。で、その翌月、日本はこれを受け入れず、戦線を維持するわけですね。受け入れずというか無視して、戦線を維持して、まだ戦う意思を見せたってわけですね。で、8月の6日、8月の9日、広島、長崎にそれぞれ原爆が投下されて、8月15日、日本はこのポツダム宣言を受諾することを決定して、これがつまり日本の敗戦だったわけですね。で、一方で日本がその無条件降伏を受け入れた年にソ連は日本に対して宣戦布告をするわけですね。
どさくさに紛れてっていうところもあるんですけど、でそこでアメリカとソ連は冷戦の幕開けをして、でここからは核開発競争の時代へと入っていくわけですね。でちなみにアメリカの大統領を軽くさらっておくと、終戦後の大統領はまずハリー・トルーマンですね。鬼畜メガネと呼ばれていますけど、ハリー・トルーマンと、その次がアイゼンハワーで、その次がジョン・ F ・ケネディっていうところになってますね。でまず世界情勢としてはそういうのがありつつ、今度は物理史の歴史を振り返っていこうと思います。で同じく1900年ぐらいから見ていくと、で1900年のちょっと前ぐらいですねに、マックス・プランクは国体放射の問題からエネルギーの量子化っていうのを試みましたと。でこの辺はちょっと別の動画で話してるんで、よければ見てもらってっていうところで、一方でそのアインシュタインは1905年に3本の論文を発表してます。相対性理論とブラウン運動と、それから光量子仮説ですね。でその中の光量子仮説ってやつで、量子力学の時代っていうのがなんとなく幕開けしていくわけですね。要は原子以下のサイズの物理ですね。で1911年にはラザフォードが、原子の質量のほとんどが原子核に集中してるじゃんっていうのを突き止めたり、それから32年にはこのジョン・コッククロフトっていう人が原子核に陽子をぶつけて原子核を叩き割るっていうことに成功するんですね。でこの辺をもうちょい説明すると、まず光量子仮説以外に、ブラウン運動っていうやつも発表してるんですけど、この光量子仮説とブラウン運動ってやつで原子の存在っていうのが予想されるんですね。でそれがジャン・ペランっていう人が、実験をして原子の存在っていうのを証明しますと。でこのラザフォードはその原子核っていうやつの質量を測ったりみたいな、そんなのをしていって、で一方でその相対性理論というやつも発表していて、でこの中の特殊相対性理論というやつでエネルギーと質量の等価性っていう式、E=mc 事乗って多分、どっかで見たことあると思うんですけど、こういうのが導かれるんですね。でこれ何を言ってるかって、エネルギーと質量が同じだって言ってます。で C っていうのは高速のことなので、つまりわずかな質量から莫大なエネルギーへ変換できるんだっていう理論なわけです。これが言ってるのは、エネルギーからエネルギーへ今までは変換して使っていたんですけど、質量そのものをエネルギーに変えれるじゃんっていう、予測というか理論なわけですね。でもう一歩踏み込むと、原子っていうのはこの原子核っていうやつがあって、で原子核には陽子とか中性子っていうやつがいるんですけど、こいつら一粒の重さっていうのも分かってきて、で原子の質量ってほぼ原子核やんみたいなやつも分かってきて、で原子としての質量とこの原子を構成する要素の総質量っていうのは、普通に考えて釣り合っているはずなんですけど、実際はそのバラバラにしてあった方が重いんですね。不思議なことに。でこの不釣り合いっていうのが、あるんですけど、結局これがその陽子が引き合ってるっていうことにつながるわけですね。何を言ってるかって、プラスマイナスの話で、電子ってマイナスの電荷を持っていて、で一方で陽子はプラスの電荷を持っているんですね。で中性子はその名前の通り、ニュートラルなんですけど、でこの原子核っていうところにギュッて詰まってるんですけど、電磁気的に考えるとプラス電荷を持っているもんだから反発しちゃいそうなんですよ。なんでそれが反発せずにピトってくっついてるんですかっていうと、電磁気的な力ではないまた別の何らかの強い力で引き合ってんじゃねっていう話になってきて、それがこのバカデカパワーなんですよね。でこのバカデカパワーがあるから重さが釣り合わないんじゃねっていう、何言ってるか分かんないかもしれないんですけど、そうなってくるんですよ。でこういう原子核にバカデカパワーがあって重さが釣り合ってないっていうことで、これが E=mc 事乗につながってきて、エネルギーと質量って同じなんじゃねみたいな、その話がつながってるんですよ。多分分かる人には分かってるんですけど、そんなもんだと思ってもらって、でこの引き付け合ってひっついてる陽子をどうにかこうにか引き離すと、ここからバカでかいエネルギーが取り出せるっていう話になるんですよね。でここまでが1932年までの話で、原子核を叩き割るっていうのはそういうことですね。つまりここまでで原子核のエネルギーを取り出すための理論っていうのは確立されて、実際にそれもできたっていう話なんですけど、言い換えると原子爆弾の基礎理論
っていうのを確立したわけですね。事実上ですけど。でそれから2年経ってその人工的に放射性同位体っていうのを製造したっていうことでノーベル物理学賞を、イレーヌ・ジュリオ・キュリーっていう人とその夫のフレデリック・キュリーという人、キュリーって多分聞いたことあると思うんですけど、ノーベル物理学賞を受賞します。でこれ何を言ってるかっていうと、放射性同位体って、英語で言うとラジオアイソトープとかラジオアクティブアイソトープって言って、このアイソトープっていう言葉がこのオッペンハイマーの映画の中ではたびたび出てきます。でこのアイソトープってやつは放射性治療とかにも、使われていたりして、でストローズがこのアイソトープの輸出がどうのこうのっていう話をするんですよね。でそれをオッペンハイマーとかに聞いたりして、なんか安全保障上のリスクとかあるんじゃないのみたいな話をして、そういうのを懸念してのことで聞いたんですけど、みたいな感じの、大事なシーンがあるんですけど、それを映画見てもらってっていうところで、アイソトープってやつはこの放射性同位体のことを言っていますと。でそれが何やねんって話をすると、水素って普通陽子一つに電子一つで、できてるんですね。でこの原子核に、中性子1個足して、中性子1個と陽子1個で原子核を構成する水素を重水素と呼んだり、また中性子をもう1個足して原子核に3粒いるやつが、トリチウムっていう三重水素って呼ばれてるやつなんですけど、もっと言うとその水素だとかヘリウムとかいろいろその原子の名前って覚えたじゃないですか。あいつらって結局その電子の数だとか原子核の構成だとかっていうところのその特徴に基づいた分類なわけじゃないですか。でもはやその原子核だとかをいじり始めると、もういろんな組み合わせっていうかいろんな原子が作れることになるんですっていうところまでもう来ちゃってるって話で、そういうのを新しい元素とは、定義せずに、水素の延長線上として水素、重水素、三重水素とかっていうそういうマイナーチェンジみたいな感じで呼ぶんですよね。それを放射性同位体って呼んでますっていう意味の同位体ですね。なので、要するに1934年にはこの原子核を人為的に操作するっていうことにもそう成功してるわけですね。だからここで原子核の操作に成功しましたと。でそこから少し進んで1939年ですね。ここで、オットー・ハーンっていう物理学者がウランの原子核を勝ち割ることに成功しましたと。で結局原子核を勝ち割ることを、核分裂って後々呼ぶんですけど、ウランの核分裂に成功したわけですね。でその原子ごとに原子核の構造というか重さというか集まりっぷりが違うわけで、そのたくさん集まっているほど、使いやすかった、使いやすかったっていうかエネルギー、とにかくそういうのでやるんですよ。そこ話し出すと長くなっちゃうから、とにかくそのウランの核分裂に成功したんですよ。でこの年っていうのは、さっき歴史の話で言った通り、第二次世界大戦の勃発と同時なんですよね。ナチスがポーランドへの侵攻を開始した年も1939年なんですよ。でこの事実を早くボーアに伝えなければっていうところで、まずボーアにその相談しますと。でもうウランの核分裂まで来ちゃってるもんだから、もはやその核兵器っていうのが開発されるのは時間の問題だろうと、ボーアは考えたわけですね。で1939年の翌年40年には、ナチスがノルウェー侵攻によってその重水素っていう、さっき言った通りですねのアイソトープを大量に摂取していたことをアメリカの諜報機関が突き止めるんですね。つまり、ナチスが核兵器の開発を進めているっていう、疑念というか実際そうだったんですけど、加熱していきますと。でこの時ナチス政権下で原爆の開発を主導していたのが、最初言った通りでベルナー・ハイゼンベルクという人が主導してやっていたわけですね。でニールス・ボアはこのハイゼンベルクのお師匠さん的な存在でもあるので、この情報ってボアにも渡っていたんですね。情報というか相談というかで、ボア経由でそのアインシュタインにも情報が渡るわけですけど、で、そのナチス政権下でハイゼンベルクが原子力の実用化を進めているよとか、あとはそのドイツのサイクロトロンっていう、加速器ですねで大規模な火災があって、それが1ヶ月くらい燃え続けたみたいな話があって、それが世界ニュースかなんかになって、でそこでナチスが確かにその核開発を進めているんだっていうことをアインシュタインは確信したって言ってるんですね。でユダヤ系であったアインシュタインは、アメリカに亡命したんですけど、でルーズベルト大統領にこの時原爆の開発を進言したと。
で、アインシュタインの思いとしては、その核兵器っていうのを持つ者がナチスであってはならないっていうところで進言したっていう話ですね。で、この進言を受けて、翌年アメリカに核兵器開発の計画部局っていうのを設立します。で、そして1942年にはマンハッタン計画が始動していくっていう流れになってます。で、このマンハッタン計画というのが始動して、で、最初言った通りでレズリー・グローブスっていう軍の責任者ですねがロバート・オッペンハイマーを招聘して、でこの2人の主導によって計画っていうのが進んでいくわけですね。なのでナチス政権下では原爆開発をハイゼンベルクが主導してやっていくっていう一方で、アメリカではマンハッタン計画で、オッペンハイマーが原爆開発を進めるっていう、そこの競い合いになっていくわけですね。で、ちなみにで言うと、そのマックス・ボルンだとかニールス・ボアっていうのは、ハイゼンベルクのお師匠さんっていうか、ハイゼンベルクが教え子だったわけですけど、でボアはハイゼンベルクに対して、亡命してもアメリカに来いっていう風に、訴えかけていたそうです。なんだけどハイゼンベルクはそれに応えてくれなかったと。で、一方でマックス・プランクさんは、こんな助言をしていて、破局の後の新しい時代のドイツのためにも残るべきだみたいな助言もしていて、で、結果としてハイゼンベルクはドイツに残ったわけですね。で、一説っていうか、ハイゼンベルクはユダヤ系じゃなくて、ドイツ人なので、祖国のために忠誠を、誓ったというか、そういう見方もあるんですけど、ハイゼンベルク自身は戦後も、だんまりを決め込んで、そのことについて話すことはなかったんですね。で、またそのハイゼンベルクが主導した原爆っていうのは結果的に完成しませんでした。で、ハイゼンベルクはこの量子力学の世界では当時トップクラスに優秀だったわけで、なんでそれが成功させられなかったかっていう議論は多くて、で、人の心の内が分かるわけはないんですけど、ナチス政権はそう長くは持たないっていう風な発言の記録が残っていたり、それから原爆開発を意図的にサボタージュしていたっていう風にも取れる記録が残っていたり、好意的な解釈かもしれないんですけど、現代ではその意図的に完成させなかったんだっていう意見も色濃いんですよ。で、個人的にもハイゼンベルクは原爆の開発に本気じゃなかったと思ってますし、それが救いだったと思ってます。想像するのは勝手なので。一方でそのアメリカではオッペンハイマーとレズリー・グローブスによって原爆の開発っていうのが進んでいくわけですけど、アメリカはアメリカでこの莫大な工業力と科学力をもう集めに集め、その前例がないほどの莫大な投資をして、もうとにもかくにも、なりふり構わずっていうか、金に糸目をつけずというか、そのパワーでやっていくわけです。で、結果的にこのニューメキシコ州のロスアラモスっていうところをですね、に一つの町みたいな研究所を作るんですね。それから濃縮ウランだとかプルトニウムっていうのを生産のためにアメリカ各地に大規模な新型物理装置っていうのを備えた秘密工場っていうのがどかどかと建設されていくわけです。文字通り国を挙げての、アメリカパワーでこれを進めていくわけですね。で、そんなこんなで1942年にマンハッタン計画が始動してからは、オッペンハイマーとレズリー・グローブスの2人で、二人三脚で計画っていうのが進んでいくんですけど、こっから先の話は映画の中で語られているので、映画本編を見ていただいてっていうところですね。で、こっからは個人的な感想だったりっていうところになっていくんですが、で、個人的に、率直な感覚というか感想としては、もやっとする気持ちはあるんだけど、日本人だからこそ見るべきかなとは思っています。冒頭言った通り、そもそもノンフィクションの映画ですし、余計な脚色もそんなにないですし、核開発の一つの側面としてちゃんとこれは知っておくべきだなとは思います。だし、その原爆というものが実際に投下された日本という国に住んでいる身として、これはちゃんとこの側面を知っておくべきかなと思います。で、自分が映画を見たのがその3月30日で公開の翌日なので、口コミとかもまだなくて、多くはなくて、で、一般的にどういう評価をされるのかは分かんないんですけど、多分こんな意見が出るんだろうなっていうのがあるんで、ちょっとそれについて物申したいんですけど、
まずその戦争の悲惨さとか、原爆が実際落とされた広島とか長崎の被害っていうのが描かれていないっていう風な意見が出るかなって思うんですよね。実際そういうシーンはないです。とか、あとはそのアメリカが反省しているようには全然見えないよとか、っていうか落とした側の栄光とか苦悩とか知らねえよっていうそういう意見も出るかなって思うんですよね。とか、あとはそのマンハッタン計画に携わった開発者に熱意とか危機としてやっている感じっていうんですかね、そういうのがなんかムカついて見えると思うんですよ、人によっては。でそれからトリニティ実験っていうその原爆の試作のやつですね、その成功っていうのが尺に触る、人によってこんな感じの感想を持つんじゃないかなって思ってます。で特にこの辺ですね。で例えばその原爆を落とされたその被害が詳細に書かれていないっていうところに関しては、そもそも観点としてこれアメリカサイドっていうかオッペンハイマー自身の、自伝的な映画なわけで、当時で言えば、そのテレビだとかネットだとかっていうのが普及してるわけじゃないじゃないですか。でかつその原爆をどう扱うかっていうのもあくまで政府とか軍に委ねられてるんですよね。でオッペンハイマー自身も、いろんな疑いをかけられていて最低限の情報しか知らなかったんですよね。で戦後のオッペンハイマーはその核開発反対の立場を取るんですけど、そういうので、ソ連のスパイ容疑っていうのをかけられて事実上公職を追放されて、でその後は FBI の厳しい監視下に置かれるんですよ。とかっていう描写が多分効いてるんだろうなっていうのがあります。あくまでオッペンハイマーの周りの世界を描写してる映画なのでっていうところかなとは思ってます。でまたそのアメリカが反省しているように思えないみたいな感覚も、ある人はあると思うんですよね。でこれについてはまず結論ありきで、見ちゃいけないなって思うんですよね。何を言ってるかって、確かにその被害を受けた側として、その加害した側に対して反省していてほしいなっていう気持ちもわかるんですけど、結局その技術の発展だとか兵器の開発、戦争っていうのはいろんな人のとか国家の事情とか思惑とか信念っていうのがいろいろ絡んでるわけじゃないですか。だからある一つの側面だけを見てそういうふうに思っちゃいけないと思うんですよね。なのでまずはそのアメリカの核開発の歴史っていう一つの側面をちゃんと知りましょうっていう話ですよね。結果として起きた事実としては、人類は核エネルギーっていうのを扱うに至るし、核エネルギーを利用した兵器の開発にも成功するし、でそれが広島と長崎に対して実際に運用されるんですけど、その事実をどう捉えるかっていうところでそういうのを考える一つの側面にしてほしいと思うんですよね。だから花からそのアメリカが反省しているっていうところを期待してまず見るもんじゃなくねっていう話ですね。あくまで一つの側面としてだし、歴史っていうのは語り部がいるわけじゃないですか。どういう側面から歴史を見るかっていういろんな観点があるわけで、その一つの側面として、知るべきなんじゃないっていう話ですよね。それからトリニティ実験の、成功シーンが尺に触るって話ですけど、これはそうだよねっていう、言ってしまえば爆弾を開発する話なわけなので、殺戮兵器なわけじゃないですか。だからそれが実験が成功したっていうことにもやる人めちゃくちゃ多いと思うんですよ。だしすごいまともな感性だと思います。ただ実際これがリアルなのかなとも個人的には思っちゃって、仮にですけど自分が当時の開発サイドっていうか向こう側にいたとしたら、やっぱり喜んでいたような気もするしっていうのは安直かなと思いながら、どうかなと思いながら、でも多分そのもやるのが正解っていうか素直なところだと思うんですよ。っていう、感性は持ちつつ、歴史と向き合っていくのがいいのかなとは思いました。で最後にその戦後のオッペンハイマーについてなんですけど、戦後オッペンハイマーは原爆開発の栄誉を称えられて、当時のアメリカ大統領のトルーマンと面会をしたんです。でこの時にオッペンハイマーはトルーマン大統領に対してこんな風に言うんですね。自分の手が血塗られているように感じますと。でこれを聞いたトルーマン大統領は、じゃあハンカチで拭えばってそんな風に言うんですよ。っていうのが有名なやり取りではあるんですけど、で加えてもう泣き虫を二度と俺んとこによこすなっていう風にもブチギレるんですよね。で戦後のアメリカですけど、トルーマン政権の下で
このエドワード・テラーですね、水爆の父と呼ばれているエドワード・テラーを筆頭に、原爆からさらに強力な核兵器である水素爆弾、水爆ってやつを開発するわけですね。とにかくその核開発っていうのに盲信するんですよ、アメリカは。これに対してオッペンハイマーは反対する立場を取っていたので、ソ連のスパイの容疑をかけられたっていうか、邪魔だったでしょうね。で、アメリカ政府によって、公職を追放されるわけですね。で、戦後のオッペンハイマーのその主張というか、コメントっていうのは、いくつかのメディアに残っていて、その中で彼はこんな風に言っていたり、とにかくその反対派だったんですね、核開発に。弟のフランク・オッペンハイマーからもこんな風に語られていたり、あとは病没の2年前のインタビューではこんな風に言っていたり、でそれから1960年の9月に来日したんです。でこの時に原爆開発を後悔しているかっていう質問を受けたんですけど、後悔はしていないけれど、ただそれは申し訳ないと思っていないわけではないみたいな風なコメントをしてるんですよね。でこの発言自体もFBI の監視下にあるっていうのもあって、後悔してますとは言えないんですよね。その立場上というか。だからなんとなく精一杯な感じはしますけどね、このコメント自体も。映画の一シーンにこの池みたいなとこの湖畔っていうんですかね。で、アインシュタインと会話するシーンがあるんですけど、その会話の内容はさておき、この池にポツポツ雨が降ってきて、その波紋をまじまじと眺めるシーンがあるんですよ。でこのシーンで、何を思ったかっていう、その核兵器というものを開発して、その先の未来に何が起きるかっていうのをこのシーンというか、この時に何らか感じていたんじゃないかなっていう、このシーンがすごい印象的でした。だし個人的にはきっとこうじゃないかなっていうのはあるんですけど、それはいろいろ皆さん感じ方があると思うんで、そういうところに思いを馳せて見てみたらいかがでしょうかっていうところで、お後がよろしいようで、この動画はここまでにしたいと思います。ぜひ映画の本編見てもらって、感想なんかコメントをしていただければなと思いますし、もうすでに見た人がいらっしゃれば、コメント欄とかで感想とかを、書いていただけると嬉しいかなって感じですね。でそれから高評価、チャンネル登録していただけると、次の動画の制作の励みにもなりますし、頑張っちゃうかっていう感じになっていくんで、もしよければよろしくお願いしますっていうところで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次の動画も見ていただけたら嬉しいです。それじゃあまたね、バイバーイ。